まずはうつ伏せに寝て、スマホは顔の前に置いておきましょう。こんな感じでカエル足作ります。ひし形作るイメージで足の裏合わせましょう。で、見てほしいポイントは2つです。1つ目は、お腹と膝が床についた状態で足の裏をつけることができるか。どうですか？できますか？この時、膝や股関節の角度はだいたいこんな感じ。ひし形みたいになってれば OK です。もう一つ見てほしいポイントは、骨盤と床の隙間に手が入るかどうか。ここですね。ここに手がスポッと入る方、反対側もやってみましょう。骨盤が歪んでる、もしくは股関節周りが硬い証です。ここに隙間がある方は痩せづらいので、今からのストレッチでビフォーアフター実感してみましょう。まずは、かかとをお尻に近づけるイメージで、パタパタ動かしていきましょう。かかとがお尻につかなくても OK です。できる限り近づけましょう。で、理想はこの裏ももとお尻のあたり、境目あたり触って、あ、動いてるな、この筋肉使ってるなって感覚があれば最高です。スピード勝負じゃないです。ゆっくりこの裏ももお尻の境目意識しながらかかとをお尻に近づけましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくりでいいですよ。よし、OK。そしたら次は両手を耳の横に置きます。そのままぐーっと上半身を起こします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感じありますか？いまいち伸びない方は顎をちょっと上に持ち上げると伸びてきます。逆に腰が痛いよって方はこんな感じで肘をついてちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、十分腹筋伸びると思います。腰が痛い方は絶対痛くない範囲でやりましょう。呼吸を止めないようにしましょう。お腹痩せできない人のほとんどは腹筋の柔軟性不足の方が多いです。なので、しっかり腹筋もストレッチしていきましょう。OK。そしたら上半身、こんな感じでべちゃっと寝かせたら、足を揃えた状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。お尻の穴ギュッと締める感覚、わかりますか？ゆっくりでいいです。締める、緩める。締める、緩める。なるべくね、膝同士つけてる方が効果的です。しっかりお尻の穴締めれてると、内もももね、使う感覚あるんじゃないかなと思います。で、いまいち感覚わからないよって方、大丈夫です。一緒にね、練習してるうちにわかるようになるので、頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。OK。次は上半身寝かせたまま、左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここを伸ばします。肘は床につけたまま、つま先を向こうに向かってぐーっと伸ばすイメージ。ここが伸びれば OK です。腰が痛い方絶対無理しないでください。これいまいち伸びないよって方は、一回戻して、もう一度やってみましょう。で、つま先を誰かに引っ張られてるイメージでぎゅーっと向こうに伸ばすと、ここ伸びる感じがあると思います。呼吸止めないようにしましょう。うまく伸びない方ね、何度かやって練習してみましょう。OK、逆いきます。上半身は寝かせたまま、右足を左、こっちに持ってきます。右のお腹の前面、伸びる感覚ありますか？つま先を誰かに引っ張られてるイメージでやるとね、右のお腹伸びる感覚あると思います。呼吸止めないようにして、腰痛い方は絶対無理しないでください。きついな。で、この次の種目から上向きになりますので、枕ある方、枕をね、ぜひ使った方が負担なくできると思います。で、スマホでやってる方は、スマホを持って、そのまま上向きになりましょう。いきますよ。OK。上向きになりましょう。上向きになったら、膝曲げた状態から、膝同士離します。こんな感じです。で、外に開いて、パタパタ動かしましょう。足の裏合わせれる人はね、合わせておくといいと思います。これは休憩ストレッチなので、そんなに無理なくね、痛みない範囲で、パタパタと動かしましょう。こう、足痩せできないとか、反り腰気味の女性では、ほとんどが内股だったりするので、しっかりね、痛みない範囲でいいので、外に開きましょう。呼吸は止めないで。痛みない範囲でいいですからね。OK。そしたら、こうやって膝曲げた状態で、
右足大きく回します。内から外に反時計回りですね。回しましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく回すことがポイントです。股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回しましょう。呼吸止めないようにしましょう。スピード勝負じゃないですからね。自分のペースでいいですよ。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で頑張って。オッケー。次左足いきますよ。左足こんな感じ。内から外に、こっちは時計回りですね。回していきましょう。ゆっくり大きく回す。こっちも痛みある方は痛みない範囲でやりましょう。痛みない方はゆっくり大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。よくね、これどっち回しかわかんないよって言われるんですけど、今は時計回りです。基本的に内から外に今回してるんですが、これ逆方向で回してしまったとしても、回しちゃいけない方向ってないので安心してください。基本的にはね、僕と同じ方向で回していただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。オッケー。そしたら次は、膝曲げたまま足パカです。こんな感じです。開き切る。閉じ切る。開き切る。閉じ切る。これもスピード重要じゃないですよ。腰が痛い方は、相手の方の手をこうやってお尻の下に入れると、だいぶね、腰への負担が減ります。逆にね、全然頑張れるよって人は、しっかり開き切る。しっかり閉じ切る。さらに前ももをお腹に近づける。こんな感じでやるとね、お腹にも効いてきます。腰痛い人無理しないで、きつかったらね、途中でサボりサボりやってもいいです。オッケー。そしたら次、休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開きます。内、外にしっかりねじっていきましょう。股関節、付け根から動かすイメージです。これもスピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で、内、外、しっかり動かしていきましょう。呼吸を止めないで。腰が反って痛いよって方は、こうやってね、膝曲げて、左右に倒す。これだけでも、もちろんね、OK です。呼吸止めないようにしましょう。もしね、わからないこととかあればコメントで気軽に質問してください。質問はね、返信するようにしてます。OK。そしたら次は、もう一回膝曲げて、右足、さっきと反対、外から内に回していきます。これは今時計回りに回してます。さっきと同じく痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回しましょう。スピード勝負じゃないですからね。で、もしも僕のペースが速い、遅いあれば、スマホの方はね、右上の点々のボタンから再生速度を調整することができます。速くしたり遅くしたり、自分のペースでね、やってあげるといいと思います。最後までね、完走することが大切な動画になってます。OK。次、左足いきます。これも外から内ですね。外から内。時計回りと反対ですね。反時計回りで回してます。さっきと逆方向ですね。呼吸止めないようにして、肩、腰、股関節、膝、痛みある方は痛みない範囲で行っていきましょう。よくね、なかなか習慣化できないっていうそんな声もいただくんですけど、基本的にね、もうズボラストレッチはね、週1回でもね、十分習慣化できてると僕は思います。これ極端な話、月に1回でもいいと思います。何もしてなかった人が週に1回、月に1回運動するって僕はすごいことだと思います。その一歩がね、めちゃめちゃ大切です。OK。そしたら次、腰をねじります。左足を右、こっちに持ってきます。こんな感じです。左膝床につけて、左肩、なるべく床に近づける。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。筋トレではないので、無理にギューッと伸ばしてね、腰痛めちゃったなんて言ったら、元も子もないので、痛気持ちいいぐらいで腰、お尻、背中伸びてるなーって感じがいいと思います。膝は床につけて、左肩、なるべく床に近づける。伸びますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、OK。反対いきますよ。皆さんついてきてますか？右足を左、こっちにねじります。で、右膝を床につけた状態で、
右肩、なるべく床に近づける。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。無理にギューって頑張んないでくださいね。ゆるーく腰、お尻、背中伸ばしていきましょう。呼吸止めないで。やっぱりね、なかなかね、1回で変化出ないって方、メジャーでね、太もも、ウエスト測ってない方多いです。100円ショップでメジャーあるのでね、ぜひ買ってみて、それで測ってみてください。本当に変化出ますので。で、この次の種目から右向きで横向きになるので、スマホ持って右向きになりますよ。よし、右向きになりましょう。スマホは顔の前にこんな感じで置いておきましょう。で、膝曲げて、この体勢作りましょう。そしたら、膝と膝離す。膝と膝離す。膝はね、90度ぐらいでいいと思います。お尻の横、ここを使います。使う感覚ありますか？ NG パターンは、こうやって体が後ろに倒れちゃうと NG です。体は倒さずに、膝だけ離す。これ意外とね、難しいですよね。こうやってお尻の横触って動いてるなーって感覚あればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。しっかりここ意識してゆっくりでいいですよ。スピード勝負じゃないです。OK。